皆様こんにちは。今回 ANA のプレミアムエコノミークラスで羽田フランクフルト間を往復してきたので、そのレビューをしたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。実は私、プレミアムエコノミークラスに初めて乗ります。エコノミークラスとどれぐらい違うんだろうとワクワクしながら乗り継ぎ先の羽田空港に向かいます。午前中発の ANA のフランクフルト行きの便は第2ターミナルから出発します。第2ターミナルは ANA の国内線ターミナルでもあるので、同じターミナルの中で国内線から国際線への乗り継ぎができます。ANA のすべての国際線の便が第2ターミナルから出ているわけではありません。第3ターミナルから出発する便もありますのでご注意ください。第3ターミナルとは以前の羽田空港国際線ターミナルのことです。第2ターミナルから国際線を出すようになりましたので、第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナルと名称を統一しました。出国前の保安検査場に設置されているこのフェイスエキスプレス、もう利用された方はいらっしゃいますか？こちらの機械でパスポート情報と顔情報を登録すると、フェイスエクスプレスの空いているレーンを通れるので、とても早く出国できます。ANA のプレミアムエコノミークラスは、日本出発の際だけラウンジが利用できます。ANA の羽田空港のラウンジはスイートラウンジとこの普通の方のラウンジと2種類あるのですが、プレミアムエコノミークラスの人はこちらですね、普通の方のラウンジの利用となります。スイートラウンジをね利用したことがないので、どれぐらい差があるかはちょっとレビューできないんですけれども、こちらでもね十分かなというふうに思います。はい、今からねお米を食べる機会が減ると思ってお米のものばかりを持ってきたんですね。すごい組み合わせになってしまっています。バイキング形式で食べ物がたくさん並んでいて、メニューとしてはシティホテルの朝食会場と同じような感じですかね。夕方5時以降ですとお寿司などもあるようです。ラウンジ自体はとても広くて、ワークスペースやプライベートスペースもあるので、トランジットで長い時間こちらで過ごすことになっても全然苦じゃないだろうなというふうに思いました。第2ターミナルの免税品エリアは化粧品やお酒、タバコ、サングラス、そういったものはたくさん売っていました。ただハイブランドのブティックはほとんどなかったですね。さて、いよいよ飛行機に乗り込み、プレミアムエコノミークラスに座ります。今回のフランクフルト便の機材はボーイング787型機ドリームライナーと呼ばれているもので、プレミアムエコノミークラスの座席はこのような感じでした。座席の幅が広いこと、読書灯やレッグレストがついていることがエコノミークラスとの大きな違いでしょうか。毛布や枕はエコノミークラスと同じものが置かれています。今回フランクフルト行きの便はバルクヘッドと呼ばれる席を座席指定してみました。バルクヘッドというのは壁の前にある一番前の席で、足元にゆとりがあり開放感があるのが特徴です。他社ですとバルクヘッドでも狭い場合があるという記事を見ましたが、 ANA のプレミアムエコノミーに関しては前はとっても広かったです。私が感じたこの席の欠点はフットレストがないことですね。プレミアムエコノミークラスですとこのようなアメニティを持ってきてくれます。これ以外にアイマスクなどもありました。ヘッドホンはノイズキャンセリングヘッドホンでした。結構しっかり耳を覆ってくれるので耳栓代わりになるなと思いました。離陸後飲み物サービスと機内食のサービスがありますが、プレミアムエコノミーだけで選べる飲み物がいくつかあります。私の大好きなスパークリングワインもプレミアムエコノミーは選べましたので、こちらをいただきました。この後詳しくお話ししていきますが、私今回グルテンフリーミールを事前予約していたんですね。
ですのでおつまみも通常のものとは違って、こちらのハラール用のものが配られました。娘に配られた通常のものと食べ比べてみたのですが、こちらのハラール用のものの方が断然美味しかったです。私は小麦にアレルギーがあるわけではないのですが、昨今の世間の流行りに乗り、できるだけ小麦を控えるようにしています。ただこの旅行ではたくさん小麦を取ることになるんだろうなと思っていた矢先に、このグルテンフリーの機内食の存在を知り、少しでも小麦の摂取量を減らすように今回頼んでみました。それが大正解。今まで食べたエコノミークラスの食事の中では断然1位の美味しさです。それもそのはず、 ANA は最近日本初の国際線の特別機内食にとっても力を入れているんです。こちらの高山シェフとのコラボで野菜を中心とした特別機内食がとってもおしゃれで美味しく出来上がっています。しかも特別機内食はエコノミークラスからファーストクラスまで全クラス同じものが提供されます。エコノミークラスですとお皿ではなく紙の容器での提供ですので、目で美味しさを楽しむという部分では若干減ってしまいますが、味は全く一緒ですので、とっても優雅な気持ちで美味しく最後までいただけました。出発の24時間前までどなたでも差額なし0円で予約できます。ぜひお試しください。娘はハッシュドビーフが食べたいと事前に言っていましたので、予約をせず機内でこちらの B を選びました。ANA の機内食は食後にハーゲンダッツのアイスクリームが配られるのが有名ですけれども、私のグルテンフリーミールには柚子のシャーベットがついてきました。16時間も飛行時間がありましたので、途中ギャレーにお菓子や飲み物を取りに行きました。それ以外にプレミアムエコノミークラスではこちらのビーガンヌードルとお茶漬けをリクエストすることができます。次にギャレー付近に行った時には先ほどのお菓子はもうほとんど残っていませんでした。デイフライトで皆さん起きていますし、お腹が空きますよね。長いフライトなので羽田からフランクフルトへ向かう便では中間食も提供されます。私はグルテンフリーの中間食なんですけれども、これが大当たり。野菜たっぷりの生春巻きだったんです。こんな感じで結構大きめのサイズだったのですが、もう一つ食べたいと思いました。一般の中間食は抹茶のマフィンでした。娘がこちらもとっても美味しいというふうに言っていました。いろいろ食べて仮眠をとっている間にフランクフルトへの到着が見えてきました。到着前のお食事サービス開始時刻は飛行時間や揺れの状況、お客様の人数などを考慮し、着陸の約2時間から3時間前までに設定することが多いです。私のグルテンフリーミールの2食目はオムレツです。こちらもとっても美味しかったです。B がおすすめされていましたが、娘はウインナーが苦手なので A を選びました。スタンダードな海苔弁当でこちらも美味しかったようです。ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の悪化によりとっても遠回りになってしまったヨーロッパ行きの便。クルーもこの路線が一番長く感じるというふうに言っていました。この後は少しですが日本に帰る便のフランクフルト羽田便のレビューをしていきたいと思います。確実に羽田行きの便に乗るために前日にフランクフルトに前入りしました。 ANA のチェックインカウンターに一番近い空港直結のシェラトンホテルに泊まりましたので、ホテルを出て5分ほどでチェックインカウンターに到着しました。帰りの便もプレミアムエコノミー席を予約しています。お話しそびれていましたが、今回のプレミアムエコノミー往復はマイルで予約しています。マイルで予約しても受けられるサービスやチェックインなどの工程はすべて同じです。
フランクフルト線は1日に2便出ているので、プレミアムエコノミーやエコノミークラスでしたら割とマイルで取りやすい印象です。比較したかったので帰りの便は前から2列目の席を座席指定しました。一番前の席との大きな違いは、フットレストがついていることと物入れが座席の前にしっかりあることです。前に座席があるので映像で見ると若干圧迫感を感じるかもしれませんが、割と広めだと思います。前の座席までの距離の感覚としては、この新幹線の席が近いかなと思います。リクライニングできる角度もまさにこれぐらいでした。お隣の方が足を組んでいるのを見ていただけるとわかると思います。エコノミークラスよりはだいぶ前の座席との距離がありますよね。相当高身長な方でない限り、私は2列目以降でも十分かなというふうに思いました。帰りの便のグルテンフリーミールがあまり好みでなかったので、どうしようかなと迷っている間に24時間前を過ぎてしまったので、帰りは普通のミールを食べてきました。こちらのサーモンのソテートマトソースがおすすめと言われましたので、ミールカートの中を覗いてみましたら、こちらが3分の2を占めていました。私も娘もおすすめに従ってサーモンのソテーを頼みました。皆さんご存知のことと思いますが、 CA がおすすめするものはそちらがたくさん搭載されているか、そちらがたくさん余っている場合が多いです。ただこのたくさん搭載されている場合って、そちらが本当に人気だからたくさん載せていることも多いのです。ですのでお嫌いなメニューでなければ、ぜひおすすめを選んでみてください。帰りの便は行きの便より飛行時間が短かったので中間食がありませんでしたが、プレミアムエコノミークラスですと行きと同様のビーガンヌードルとお茶漬けがいただけます。フライト時間も3時間半ほど短いので、特に空腹を感じることなく2食目を迎えました。2食目は特にどちらがおすすめと言われなかったので、白身魚のネギあんかけとミートグラタンを1つずつ頼みました。最後にプレミアムエコノミークラスの特典をもう一つお伝えします。こちらのプライオリティタグを預け荷物につけてくれるので、ビジネスクラスの荷物と一緒に荷物が出てきます。だいぶ早い段階でピックアップできますので、こちらも利点かなと思います。ANA プレミアムエコノミークラスのレビューいかがでしたか？飛行機にそこまで予算はかけたくないけれども、ちょっと広い座席がいいという方にはぴったりの席だと思います。ぜひ次のご搭乗の参考にしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。